先週に続いてお送りするプロストスペシャルパート2。トップドライバーの座を確かなものにし、戦術を極め飽くことなきタイトルに挑んでいった男。生きながらにして伝説となり、最後は普通のおじさんとして去っていった男の14年。今夜がプロスト完結編です。先週からね、今宮さん引き続きということなんで、プロスト特集。まあ先週見てない人はここから見てもダメだと思いますね。何のことだっていうふうに唐突に入る感じを与えてしまうと思います。ですから友達なんかで絶対プロスト好きなやつは撮ってると思いますんでね。確かにして、そうです、だから先週のビデオを見てからですね、今日これをビデオに撮ってですね、続きで見てもらえたらなと思う今日この頃でございますけども、まあ早速ですね、87年から今日はですねプロストを追ってみようということになって、87年はたと思ったらですね、フジテレビが F1 の中継を開始したわけですから、今宮さんが休むことなく全線行き始めた始まりからですよね。ですかね、その時にこうまたプロストがですね、まあ後でいろいろ言いますけれども、僕は87年というのが結果的にはチャンピオンも取ってないですけれども、僕は一番プロストがプロストらしかった、そういう意味では見る側のものとしてベストだったんじゃないかなと思いますけどもね。プロストが一番プロストらしかった時に今宮さんの千日解放が始まったわけですね、F1 でずっと。それじゃあですね、それとともにですね、早速プロスト特集始めてみたい。コマーシャルです。1987年第3戦ベルギーグランプリ。開幕戦のブラジルで通算26勝目を挙げたアラン・プロストは6番グリッドからスタートし、1コーナーのラソースを抜ける時には5位へと順位を上げていた。フロントローのウィリアムズ勢を制してトップに躍り出たのはあのロータスのセナ。しかしそのセナと2位マンセルがオープニングラップで絡み合いコースアウト。早々とレースから姿を消してしまった。これでプロストは一気に3番手へと浮上。10周目、今度は2位のアルボレートが戦列を離れてしまう。ホイールベアリングのトラブルであっさりとリタイア。同じ周回トップのピケまでもがエンジントラブルに消える。プロストは労せずしてトップでチェッカーを受ける。アラン・プロストにとって通算27回目の優勝。ついにあのジャッキー・スチュワートの持つグランプリ最多勝に並んだのである。しかし誰もが期待する新記録28回目の優勝はなかなか巡ってはこなかった。この年ホンダターボは猛威を振るい、ピケ・マンセルのウィリアムズ勢が繰り広げるチャンピオン争いにプロストでさえ食い込むことができなかったのである。第12戦ポルトガルグランプリ。シーズンはすでに終盤に入っていたが、あのベルギー以来プロストに優勝はなかった。レースはポールポジションを取ったフェラーリのベルガーがそのまま飛び出しトップに立った。しかし終盤そのベルガーにプロストがじわじわと迫っていく。焦ってしまったベルガーのスピンで勝負は決まった。プロストはついにグランプリ通算28勝という新記録を打ち立てたのである。長い長い生みの苦しみを経てプロストは F1 界の頂点に立った。88年マクラーレンはホンダエンジンを獲得。前の年ウィリアムズ・ホンダの前に3勝しか挙げられなかったプロストには最高のプレゼントであった。チームメイトは若きセナ。プロストはホンダの推すこの若いドライバーが彼の地位を脅かすまでになるとは予想だにしなかった。蓋を開けてみるとセナの速さは明らかにプロストをしのいでいた。
第10戦ハンガリーグランプリでの2人の攻防。ストレートエンドの第1コーナーでプロストがセナのインを突きパス。しかしセナは続くコーナーで難なくプロストを指していく。この年マクラーレンの2台の強さは群を抜き、全てのレースでこの2人が優勝を争ったが、この時点でセナ6勝プロスト4勝。タイトル争いの主導権は常に若いセナのものであった。第13戦ポルトガルで事件は起こった。直線のこのメインスタンド前は1キロあります。ストーリーも使ったタイヤが接触、セナに押し出されたプロストのマシンはサインボードをかすめ、砂塵を巻き上げて間一髪クラッシュの難を逃れた。このセナの幅寄せ事件が長い2人の確執の時代へのプロローグとなっていくのである。さあ今宮さん、プロストの戦略ワールドというところに照準を絞って考えるとですね、まあ先週あたり、その前半を見るとね、やっぱり急成長、高度経済成長というか急成長だったと思うんですよ。でいよいよこの87年あたり、今宮さんが一番プロスト良かったんじゃないっていうあたりは、安定期に入ってきたのかなっていう。そうですね、本当にウィリアムズ・ホンダに比べて、彼のマクラーレンタグポルシェはですね、極端に言えば100馬力から150馬力ぐらいパワーがなかった、でその中でどうやってっていうね、見つかったわけですけれども、勝たなかった時でも2位3位とかね4位とか、あの辺の走り方っていうのはね非常に印象的だった、僕が見る立場として、そしてまあ中継フジテレビ始まって1年目だったんですが、よく当時の櫻井さん、そして後藤さんお話聞くわけですよね。そうするとね、とにかくねプロストが走ってる限り、コース上にいる限りは安心できないというね、櫻井さんはしきりにおっしゃってましたね。自分たちの戦略がプロストに崩されちゃうんですね、ホンダに。ですから予想ラップタイムとかペースとかね、非常に本田さんデータ見せてくれるわけですよ。だけどそれがプロストの走りで崩された時っていうのがもういくつかね印象的にたった3つなんですけれどもあるというね。これがやっぱりね、マクラーレンホンダ誕生でプロストセナになるわけですが、やっぱりプロストをやっぱりホンダ走らせたいというね気持ち。プロストももちろんホンダエンジンラブコールを送ってましたけれども、でそこでセナとプロストがマクラーレンで一緒にいよいよ2人が出会うわけですけども、87年の覚えてますイタリアグランプリで発表があったんですが、あの時にですね、セナ来る当時のマクラーレンプロストというのはもうガチガチのお城ができてましたから、あそこでセナを拒否するというね、拒否権というかそういうチームメイトを選ぶ権利もあったはずなんですが、でも当時33のプロスト27、8のセナ、やっぱり後継者という意識がちょっとあったかもしれません。いやだからプロストのその戦略ワールドでいうとね、そのホンダしめしめですよね、入ってくる。でそれからセナよし器で受け入れて、これをね今言ったように、後継者にっていうのも戦略ワールドの一環の一つだったと思うんです、僕。ところが獅子心中の虫っていうか、そっからプロストの計算外が始まってたんです。テレメタリーがちょっとエラーを出し始めるっていうところもあるわけですよね。本当に経済状況とね人間の人生なんか似てるところあってね、急成長、安定成長、そして瞬発的なバブルを経て不況なんていう虚しさも諸行無常であるじゃないですか。そうするとこの後の89年からのプロストっていうのは相当粘り強く頑張ってますけれども、安定成長の後かもしれないっていうちょっとやっぱり陰りっていうかな、そういう時代にやっぱり入っていくっていうのが、今までのお話からこれからの話聞いていただければ分かるっていただけるんじゃないかと思うんですよ。なるほど、戦略で天下を取ったものはまた別な戦略に乗って倒されるというようなね、そういう宿命的な感じもするわけですが、この続きをご覧いただきます。どうぞ。89年の第2戦サンマリノグランプリのオープニングラップがプロストのセナへの不信感を決定的なものにした。危険の多いスタート直後の追い越しはしないという約束をセナはあっさりと破ってしまった。プロストとセナの対立はすでにマスコミの知るところとなっていた。総帥ロンデニスはセナの謝罪という形で事態の収拾を図ったが、プロストの怒りは一向に収まることはなかった。セナへの不信はやがてチームへの不信へとつながり、プロストはついに重大な決意に至るのである。バイバイマクラーレン。プロストはシーズン半ばにして来季のチーム離脱とフェラーリ入りを発表したのである。Well, you just mentioned something was going wrong in the team using this McLaren team. Was that Senna or is just Honda engine?
No, no, it's it's only a person, not Honda. しかしモンツァで優勝したプロストは当てつけのようにチームのためのそのトロフィーを群がるティフォシーに投げ与えたのである。セナとのタイトル争いは鈴鹿へと持ち込まれた。ポイントでリードするプロストはセナがシケインで勝負に出たその瞬間ピシャリとドアを閉めた。騒然たる空気の中でセナは再びスタートを切り、一方プロストはコントロールタワーに駆け込んだ。壊れたフロントウィングを交換し再び戦列に戻るセナ、そしてトップでゴール。しかし競技委員会の裁定はシケイン不通過による失格。プロストの3度目のワールドタイトルをめぐっては後味の悪さが残った。90年フェラーリに移ったプロストはセナ絶対有利のもと堂々のタイトル争いを展開した。尻上がりに調子の上がってきたフェラーリの速さはシーズン後半マクラーレンを上回った。決戦の地はまたしても鈴鹿。今スタートを切りました。さあセナが出る。セナがオンとプラスが出た。プラスがアウトから出ました。プラス2番手から出ました。セナを上回るか。セナがいいよっていいよって接触いきなり接触。2台はもつれ合いながら砂塵の中に消えていった。2人はスタートからわずか10秒足らずで終わってしまった。鈴鹿はまたしても不可解なアクシデントで幕を閉じ、プロストはタイトルを失った。皆さん、90年あたりから考えるとですね、さっきから再三言ってるそのプロストの戦略の絶頂期っていうのがね、そう過ぎてるっていうか、こうぴったしこの全てはまってるんじゃないのに、粘っこく慎重にこう、やっていくじゃないですか、その根源って何なのかなと思うんですけどね。ちょっと2人の年齢をね、セナとプロストという年齢の話なんですが、5年違いますよね。1955年生まれのプロスト、60年のセナ、この2人のね、やっぱりこの生き方、ジェネレーション、また環境、前回ですか、カートの話もしましたけれども、やっぱりそのこう2人のメンタリティーがですね、非常にやっぱり、今もまた映りましたけれどもね、ああいうこう場面にもなっていった、ああいう状況の中でやっぱりプロストが本当にセナというね、出てきた人間に対してどういうふうにいこうかというね、どう対応したらいいのかわからないみたいなちらっとありましたよね。なるほど。本当にこのセナとプロストを比較するとキリがなくて、いろんなそのアングルで捉えることができますけれども、この今宮流に一つ言えることとしたら、ですからそのジェネレーションの違いが、一つ端的に言えばですね、F1 グランプリで最後に、事故が起きてドライバーが亡くなったというのが82年、カナダグランプリリカルド・パレッティという若手が亡くなった、その前には、有名なジル・ビルヌーブの事故がありましたよね。あの世代というのが経験してるっていうか見た人たちっていうのは、プロスト、パトレーゼ、チェザリス、ワーウィック、もうこういう世代しか今残ってないんですよね。目の当たりに参加してるわけですよね、そこにね。やはりモータースポーツ、改めて言うまでもなく、視線を時々はこう垣間見るような部分が70年代、80年代まだあったんですね。ところが80年代後半、90年、幸いにして僕らは開幕戦にあったドライバーにアデレードでまた会えるわけですよ。誰もいなくならないんですね。ですからそういうその最後のビルニューブでいいんですけれども、そのドライバーの死にその直面した、見た、体験したというね、この辺がやはりプロストとセナのジェネレーションでピシッと線が引けるんじゃないかと思います。その辺の体験というものもそのプロストの走りっぷりにかなり色濃く出てるんでしょうね。レース観とか人生観ですよね。人生観まで至るわけですもんね。だから言ってみればそういうことで言うとセナっていうのはある種戦争を知らない世代かもしれないし、そういう捉え方をすると、そうですね。生きてきた時代が違うんだということですよね。なるほどね。その2人が同じ道をこう2台でまさに突き進みましたから。さあこの後です。いよいよ91年からご覧いただきます。91年フェラーリはオフのテスト中赤く熟し、ジャーナリストはこぞってチャンピオン争いの最有力にプロストの名前を挙げていた。だがグランプリが幕を開けると羽馬は鞭打てど走らず、
プロストはチームに怒りをぶつけていく。前年の活躍で大きな発言権を持ったプロストはフィアットの上層部に働きかけ、監督フィオリオすら更迭に追い込んでしまう。Sì, un punto d'arrivo e ho lavorato un po' tutta la vita nelle corse d'automobili per meritarmela e pensavo di essermela meritata e invece è finita così. Comunque, come ti ho detto, io sono contento del lavoro che ho fatto alla Ferrari e dei risultati ottenuti. しかし最終戦オーストラリアではプロストの姿がサーキットから消えていた。プロストはフェラーリから突然の解雇通告を受けたのである。フェラーリを赤い大型トラックと言い放ったプロストを F1 界きっての名門は許さなかった。プロストの政治力は大企業の前に敗れ去っていった。しかしプロストは早くも新たなターゲットを定め動き出していた。自らチームを持って戦うという究極の夢。プロストが選んだ標的はリジェであった。プロストは真っ白なレーシングスーツと借り物のヘルメットでリジェのテストに現れた。自らの現役生活がもう長くはないと考えるプロストにとって勝てるマシーンかどうかが大きな問題であった。オーナーギ・リジェもプロストの参戦を望んでいた。オールフレンチ体制でのグランプリ制覇を夢見る老将軍にとってルノー V10 とワールドチャンピオンプロストの組み合わせはこの上ないものであったに違いない。しかしリジェが望んだのはあくまでドライバーとしてのプロストであった。チーム運営をも望むプロストとリジェの交渉は決裂し、プロストは92年の休養を宣言した。シーズンが始まるとプロストはフランス国営テレビのコメンテーターとしてサーキットに姿を見せることになった。プロストは引退の言葉こそ口にはしなかったがすでに解説者。電撃復帰の可能性もまた霧に包まれていた。第14戦ポルトガルに衝撃波が走った。プロスト・ウィリアムズ入り。92年を圧倒的な強さで制したチャンピオンチームから F1 復帰。プロストは考えうる最高のシートをコメンタリーボックス越しに射止めたのである。91年92年あたりをですね見ていると、プロストはあらん限りの残っている自分の政治力をですねいかんなく発揮しようとしているという、そのあたりの様がですね僕なんか見ててこの当時随分プロストの悪口めいたフレーズ悪く言ってきたなっていうような感じするんですけど、そういった意味では僕はですね本当にこのプロストのファンなんか特に申し訳ないなとは思っていないわけです。というのはですねやっぱりプロストがこのように劇的に変わるように人間っていうのはやっぱり成長変化を遂げていく。今年私は成長しました。プロストの見方奥深く見れるようになりました。93年ご覧いただきます。93年第14戦ポルトガルグランプリ。アラン・プロストは昨年 F1 への復帰を決めたこのエストリルで今年限りの現役引退を表明。レースはアレジ8記念という2人の若手がスタートから飛び出すといういつもとは全く違った展開。20周目セナが突然スローダウン。シーズン前半に見た輝きはそこにはなかった。一時は4位まで落ちたプロストはタイヤ交換を利用して2位まで浮上。トップのシューマッハを射程内に捉える。しかしあえてリスクを冒さず2位のままチェッカー。史上2人目この瞬間に4度目のワールドタイトルがプロストのものとなったのである。記念すべきチャンピオンシップラン。プロストはコース脇でスピードを緩め大きなトリコロールカラーを受け取った。チャンピオンが決まったらこの場所で旗を渡す。少年たちとの約束をプロストは忘れてはいなかった。そして11月7日のアデレードがプロストにとって最後のグランプリとなった。この日プロストは F1 界に4度にわたって君臨したチャンピオンではなかった。戦っているのではない。残りわずかなレースという時間を慈しむように走る。一周また一周。プロストは38歳のただの男に帰っていく。2位でフィニッシュ。普通の男はレースに勝てない。それでいい。プロスト最後の表彰台へまるでモンツァのように人の波が押し寄せる。その頃物語のクライマックスは暗いガレージで動き出していた。 F1 史上最も激しく対立した2人の男は最後の最後に握手を交わした。フィナーレは表彰台。
セナの腰をポンポンと叩いてサインを送るプロスト。セナが応じてプロストをポディウムの頂上へと引き上げる。長い憎しみの歴史を拍手と歓声に溶かしてプロストは F1 人生の幕を引いた。まあ最後の最後はですね、ロンデニスの演出もあった、でもプロストの方からセナに手を差し伸べた、まあ、そして最後の2戦は全くセナに勝てなかった、まあ、こういうことを考えると本当に策を巡らせ続けていたプロフェッサープロストが普通の等身大の人間にね引退決意して戻っていくっていうか、人間としてというか大人の方が年長者がやっぱり折れるべきだと思いますから、そういう意味で堅くなにある意味でアラン・プロスト偽善行為は嫌だということで、握手はもう遅いから嫌だって言ってたんですが、やっぱり最後は年長者のプロストの方が折れたっていうそういう握手だったんです。そうですね、やっぱりなんていうのかな、こうセナはずっと戦い続けるわけじゃないですか、現役バリバリ、プロストっていうのはそうじゃない分だけ普通っぽくなれちゃうっていうね。そうですね。ですからやっぱり人間去る時ですから、いい思い出だけを残して去りたいなという、まあ感傷的な気分には浸りますよね、プロストもね。そうですよね、まあでもある種解放されていったプロストを見ると、余計にまあ本当に脂っこかったプロストを思うわけですよ。そうですね、まあこうしてね2週間にわたって見てきましたけれども、やっぱりプロストというドライバー51勝してるドライバー、やっぱりその勝ち、これだけ勝ちにつなげてるレースをしてる過程でですね、改めて言いますがモータースポーツレースの中でやはり大人の生き方ですよね。いろんなまあダーティーなプレーもギリギリのところでやるし、駆け引きもするし、人の時にはまあ欺かなきゃいけないし、それがゲームですからね。まあある種ね、人間の醜悪な部分すらね、ギスギスした戦いでプロストなんか見せてきたと思うんですよ。でもその醜悪さっていうのは人間がこれ肯定することじゃなくて、人間がどうしようもなく背負い込んじゃってるもんだし、僕らが普段例えば友達とトランプやる、で正月なんか麻雀やる、何でもいいですけれども、ゲームって必ずそうですよね。で我々が見るグランプリっていうのはそのまさにゲームを見てるわけですから、その人生のいろんなのをねこうして、まあ、見れるわけですから、そうですよね。そこでこうプロストのその役割っていうんですかね、プロストの生き方っていうか走り方が、やはり醜悪な部分を背負い込みながらの大人のねこう生き方だったという感じしますね。まあ、人間のエゴとかもう人間一人一人がどうしようもなく根底に持って、それは扉を普段は閉めてるけれども持っている部分すらもね、プロストはパフォーマンスの中で見せたというか、でもそれっていうのは翻って考えたら、プロスト側に立って考えたら余裕から出てくる人間の偽善とかね、建前なんかも取り払ったところで生存競争やってたわけじゃないですか。そうですね、まさに。だから本当にプロスト教授はそういうことを教えてくれたのかなって感じがしますよね。そうですね。ですからね、全部ラストラン終わって改めてのプロレスの最後のね教授授業でした。そうですね。